どうもこんにちは。最近ですね、ドレスウォッチを押していきたいという気持ちに駆られておりまして、それでちょうどいい具合にリクエストもいただいたので、クレドールのクオンという時計を紹介してみたいと思います。で、以前ですね、同じクレドールの H2 を取り上げたことがあるんですが、H2 正直バカ高いじゃないですか。いい時計だとは思いますが、いかんせん高い。で、そこに来てのクオンなんですよね。いや、確かにクオンもそこそこのお値段しとりますけど、グランドセイコーの白樺も同じような価格帯なので、まだワンチャンいけるかなと思っております。まあ、現実的な価格帯でシンプルな国産ドレスウォッチということでクオンを取り上げてみようと思ったわけです。スイスとか海外の時計ってめちゃくちゃ値上がりしたじゃないですか。となると、同じ価格でクオリティ高い時計ってなると国産になっちゃうんすよね。ってことで今回はクオンです。でですね、公式ホームページを見てみたんですが、公式はですね、クオンの魅力を3つほどピックアップしていまして、それがケース、ダイヤル、ムーブメントなんですが、ここでもこの3つを見ていきながら魅力を探っていこうと思います。では最初にケースに行く前にクオンっていう名前の由来を見ていきたいんですが、公式ホームページによると、クオンは日本語のクオンに由来し、遥かな過去から未来まで果てしなく続く時の流れを意味します。時計なんだから時間の流れを表すの当然じゃねと思うところですが、もちろんそれだけではなくてですね、現代的な流麗で美しいフォルムが特徴的な時代を超えて惹かれる美しさと心地よい手触りを目指した新コレクションとあります。現代的でありながら時代を超えるという若干の矛盾も感じるところですが、まあとにかくですね、タイムレスな美しいフォルムの時計だということなんですね。そして時計全体を通して見られるテーマがですね、時の流れを水の流れで表現しているということで、それが随所に見られるんですね。で、最初にケースを見ていきたいんですが、ここも公式ホームページから引用すると、時の流れをまとうかのような柔らかなフォルムを追求しました。時の流れを表現するためにしなやかで軽やかな水の動きに着目し、水のように躍動感のある曲面とそれらをつなぐ美しい稜線でケースフォルムを体現しています。複雑な曲面をつなぐ稜線は手間のかけられた方法で作られており、ケースフォルムの美しさをより際立たせますということのようですね。いやー、これですね、この文章を読んでからこの時計のケースを見ると、クレドールさんの意図がすごくわかりやすいんじゃないかと思うんですけど、このケースサイドの形状とか見ると本当に綺麗な曲線になってますよね。稜線って言ってますが、非常に躍動感があっていいんじゃないかと思います。あとはこのケースと一体型のブレスレット、これもケースからブレスレットまで流れるようなフォルムになっていてすごく好みです。言葉が正しいか分かりませんが、このフォルムには必然性みたいなものを感じるんですよね。腕時計はケースとブレスレットという全く別物をつながなくてはいけないんですが、そこがちぐはぐだと唐突な感じがして違和感があるんですが、これはそういうのがなくて非常にいいと思いますね。すみません、うまく表現できなくてそれで現代的なフォルムって言ってましたけど、これはですね、このリューズガードとか一体型のブレスレットとか、そういうところかなと思ってまして、この辺りのディティールはどちらかというとスポーツウォッチとかラグスポのものなので、ドレスウォッチにスポーツ要素を少し加えるというのが現代的っていうことなのかなと思いました。はい。それでこのケースの感じ、どっかで見たことあるなと思ってたんですけど、パテックフィリップの5127の雰囲気に似てませんか？ドレス顔にリューズガードってところだけかもしれませんがまあそれはいいとして、まとめると非常に流麗なケースフォルムってことですね。はい。では次、ダイヤルに行ってみますと、公式ホームページではですね、ガラス質の柔らかさと透明感を持つ磁気ダイヤル、透明感ある白さとその表情はたゆたう水面のようで流麗なケースフォルムを際立たせます。またロゴとインデックスは転写による上絵付けを施し調整することで色あせない美しさを実現していますとありますね。いやー、いいですね。磁気ダイヤルたゆたう水面ってありますけど、光の当たり具合で本当にみずみずしい感じでしっとりとしていて独特の質感がありますよね。秋田あたりのハリツヤ美人肌みたいなね。こんなツヤツヤの肌持ち合わせて
はい。そしてこのインデックスですよね。クオンはダイヤル違いで2つモデルがありまして、1つがバーインデックス、もう1つがローマンインデックスなんですね。ただ H2 は手書きだったんですが、クオンは転写ということで、この辺りは価格差を感じるところなのかもしれませんね。それでH2 の時も思ったんですけど、このバーインデックスなんですけど、なんて言ったらいいかわからないんですが、なんとなくですね、針とかの組み合わせで淡白に感じてしまうんですよね。インデックスに立体感を出せないのでしょうがないところだとは思いますが、似たようなところでブレゲの7147もエナメルに手書きのインデックスですけど、あれは全体的にエレガントな雰囲気でまとまっていて好きなんですけれども。というわけで私はですね、このローマンインデックスの方を押したいんですが、こちらの方がインデックスにボリュームがあってバランスがいいんじゃないかと思いますね。ブレゲのエナメルダイヤルももちろんいいですが、クオンの磁気ダイヤルも日本的なものづくりを感じられておすすめでございます。そしてですね、最後なんですが、ムーブメント。これも公式に詳しく書いてありますので見てみますと、クレドール専用の新しい手巻きスプリングドライブムーブメントキャリバー 7R31 を搭載。キャリバー 7R31 は薄型でありながら約72時間というクレドール専用ムーブメントとして最長レベルの持続時間を実現しています。またシースルーバック仕様の裏ボタから見ることができるムーブメントには、たおやかに湧水が流れるせせらぎに見立てた曲面の模様を施しました。パワーリザーブ表示を裏面にレイアウトし、表面の艶やかな磁気ダイヤルの美しさを最大限引き立てています。ということなんですね。スプリングドライブというところが好み分かれるところではありそうですが、それを差し置いてもこの仕上げに目を奪われますよね。せせらぎに見立てた曲面の模様ってことですが、この辺りはクレドール独特の仕上げで、いい意味で癖があっていいですよね。そしてなんとなく枯山水を想起するようなデザインになっていますよね。うねりの模様と石の配置、時計の裏側にわびさびを感じますな。それから地味なところですが、パワーリザーブインジケーターをムーブメント側につけているところは好感度高いですね。というか、最近のセイコーのシンプル系のやつは割と同じようにダイヤルにつけないようにしているので、この辺はありがたいところではあります。あとはパワーリザーブが72時間で使いやすいっていうところもいいんではないでしょうか。はい。ということで、クオンの魅力をつらつら喋ってみましたけど、なんとなくパテックフィリップ的なケースにブレゲ的なダイヤルということでタイトルをつけてみましたが、ちょっと盛りすぎたかなと思いますね。むしろ日本の伝統的な美意識みたいなものを感じられて、それがなかなか良さげではないかと思いましたね。パッと見だと王道のドレスウォッチっぽくもあり、でもいろいろ見ていくと、それからはちょっと外れた要素もあるような時計で、面白いですよね。ということで、ちょっとだけおすすめしてみました。では今回はこの辺で。みんなあったかくして寝ろよ。非常にありがたいと言いますか、こういう動画出していて嬉しいことがありまして、このチャンネルの動画見て時計買いましたっていうコメントをいただくことがあって、こういうことやっててよかったなと思う時なんですが、圧倒的にサントス買いましたっていうのが多いんですよね。サントスの動画が一番再生されているっていうのもありますし、このチャンネルの一押し時計なのでありがたいんですが、もう一つの推し時計のレベルソというかジャガールクルトももっと盛り上がってほしいなと思っていまして、なのでちょっとジャガールクルト推しの動画も今度作ってみようかなと思いましたね。はい。それではまた。